皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は久しぶりになりますが、アルバムについての感想の続きということで、前回のワールドドミネーションの前にリリースされたアルバムということで、Just Bring It についてつぶやいてみたいと思います。まずこのアルバムはバンドメイドにとっての初のフルアルバムということで、記念すべきアルバムとなります。ジャケットの絵も騙し絵みたいになっていてすごくいいですよね。デフレパードのアルバムのオマージュという情報もあった気がしますが、詳しくは分かっていません。Just Bring Itを翻訳すると、かかってこいやーですよね。確かにそんな気概を感じるような収録曲になっているような気がします。それで私が思うに、このアルバムはバンドメイドの凄さというか実力を日本のみならず世界に知らしめたアルバムじゃないかなと思います。特に海外のご主人様お嬢様って、このアルバムが一番好きと言われる方が多いような気もしています。ワールドドミネーションの完成度に比べると荒々しさみたいなものがあり、それがかえって凄みを感じるというか、前へ向かって突き進んでいるような感覚というか、そんな感じを受けます。ネットに載っていたインタビューを見ると、このアルバムはツアー中に制作していたということでめちゃくちゃ忙しかったみたいですが、そのあたりもこのアルバムの荒々しさみたいなものにつながっているのかなと思ってしまいます。またこのアルバムからあーちゃんは本格的にツインペダルを踏むようになったようですし、ミサさんが語源ベースになったのもここからということや、バンドメイドによる作詞作曲の曲がメインになったということで、まさに現在につながるバンドメイドの進化を感じさせるアルバムなのかなと思っています。以前のアルバムや EP シングルの歴史をつぶやいた動画で、この Just Bring It はついに全曲バンドメイドによる曲ばかりとなりみたいにつぶやいてしまっているのですが、ばかりは言い過ぎで大半くらいでしたね。すみません。それでは収録曲についての感想となりますが、まず1曲目は Don't You Tell Me から始まります。お給仕ではミンチョとミサさんのギターバトルバージョンもあったりして楽しませてくれる曲の一つです。この曲の横ありお給仕バージョンについては個別の動画でつぶやかせていただいてますので、今回は MV の方を見ながら主に映像内容についてつぶやいてみたいと思います。MV ではダンスホールの映像から始まり、イントロはあーちゃんの映像から始まってメンバー全員に姿が映されますが、1A の歌い出しとなるところでボーカルのサイちゃんではなくベースのミサさんから始まります。これって MV としてはかなり珍しいパターンですね。それで途中からサイちゃんが映されますが、以前チューズミーの感想の動画で MV のサイちゃんが可愛いみたいな話をしましたが、そのさらに上を行くのがこの MV かと思っています。サイちゃんの髪の毛の分け目が珍しく左側になっているのが何か感じが違うのかもです。MV に限ると分け目が左側あって、他にはスリル、リアルイグジステンス、シークレットマイリップスくらいかと思いますので、珍しいパターンと言ってもいいのかなと思っています。ところどころで出てくるおじさんの両脇で仮面をつけている女性は、もちとチーズからの友情出演とどこかで聞いた記憶があるのですが、そうそう見つけられませんでした。MV では2メロのところで各メンバーの好きなものというか特徴みたいなものが紹介されていて楽しい感じですね。この2メロの歌詞のもういいかいまだだよ、もういいかいもういいよのところって、小鳩さんかサイちゃんか分かりませんが、よくこんなの考えられたなと思ってしまいます。曲最後のメイドの反乱みたいなものもなんかバンドメイドらしくて好きですね。2曲目がパズルです。パズルについても個別の動画でつぶやかせていただいているので、少しあっさりめにつぶやきたいと思います。作詞は小鳩さんで作曲はバンドメイド、編曲はバンドメイドと知恵の輪さんですね。この曲は私の好きな曲トップ10に入る大好きな曲の一つです。そろそろ10曲以上いってそうですが、この曲はとにかくミンチョというかバンドメイドの才能を私的には感じてしまいます。曲の構成も素晴らしいですし、本当に細かいところまで計算されているような印象を受けます。この Just Bring It の時点でこの曲を作れるって本当にすごいと思ってしまいます。前の動画では言ってなかったのですが、ちょくちょくつぶやいているサイちゃんのここの歌い方が好きシリーズですが、サビ前というかサビ冒頭というか、そんなの嘘だよのだよがなぜかめちゃくちゃ好きです。細かすぎますかね。まあパズルは語り出したらいくらでも語ることがあるので、これくらいにしたいと思います。3曲目がモラトリアムです。以前の動画のコメントで最初の小鳩さんのささやきがメイクアップユーマインドだと教えていただきました。インタビューでミンチョが基本的にメロディー先行の曲が多いんですけど、この曲だけはバックトラックを先に作った後でメロディーを乗せたんですよ。
勢いが出てるのはそういうことなのかなと思いますって言ってますが、なるほどって感じです。A メロの言い訳人のせばかりでのところの音階というかコードが私的にはめちゃくちゃ好きなところです。 B メロのリフというかリズムもなんかバンドメイドの勢いみたいなものが感じられて好きですし、なんといってもキャッチーなサビのメロディーとサビの歌詞のドンディリダリーがいいです。これはグズグズするな的な意味らしいですが、小バ飛ぶし炸裂って感じがします。それで感想とかではお給仕ではシンガロングとなるんですが、結構体力いるシンガロングになります。2メロでのミンチの泣きのギターフレーズはしびれます。ギターソロ前はヘビーな導入があり、ギターソロにつなぐ構成でバンドメイドらしさが出ています。ギターソロ終わりで C メロとなりますが、前にもつぶやきましたが、バンドメイドの曲ってギターソロ前後の演出が単純ではなくてすごくいい演出なんですよね。ここもミンチョはアルペジオみたいなフレーズになって曲としてはブレイクした感じになって、会場のシンガーロングとともに再度盛り上げていって、ミンチョのめっちゃかっこいいリフで大サビにつなげる形となります。完璧な構成ですし、ミンチョが言うように本当に勢いがある曲だと思います。4曲目がヨーローです。ヨーローとはアメリカのスラング You Only Live Once の頭文字で人生一度きりという意味みたいですね。確かに人生を歌うような深い歌詞になっています。この曲も大好きというご主人様お嬢様多いですよね。特に海外で多いような気がしています。バンドメイドとしては初の自身での作詞作曲の曲としてシングルが出された曲でもありますし、記念すべき曲でもあると思います。もともとインスト曲として作ったとミンチョがどこかで言っていたと思うのですが、シングルにはインスト版も収録されています。これを聞くとこのバック演奏で歌うサイちゃんがすごいと思いますし、サイちゃんのボーカルも含めてみんなそれぞれがいろいろなことをやっているのに全体としてまとまっているという、これぞバンドメイドという曲構成がこの頃からできていたんだなと思ってしまいます。あとサビの歌詞で消えない魔法を描くんだっていうところ、魔法をかけるとかでなく描くという言葉のチョイスがいいですね。小畑さんの素晴らしい感性を感じます。ギターソロはこの頃ミンチョがタッピング奏法にハマっていたらしく、タッピングバリバリのソロになっています。それでソロ終わりでブレイクした感じのサビになって転調した感じの C メロに入って最後大サビで終わります。この構成もいいですよね。5曲目がクロスです。この曲は作詞作曲がノラさんで編曲がミライソニック、作詞に小本さんも絡んでいる感じかと思いますが、基本的には提供曲という位置づけですね。いきなりボーカルと演奏が同時に始まるパターンです。息が合ってないと難しそうですね。私の認識が正しければバックコーラスを除いてメインの歌詞が英語も外来語もない日本語のみで構成されているものすごく珍しい曲ですよね。他には私が知る限りでは By My Tears がそんな感じですが、 By My Tears はペンとタリラリタッターが微妙なのでやっぱりクロスだけかなと思います。違ってたらすみません。サビのところのミンチョのリフがかっこよくて、サイちゃんも全力で歌っている感じがすごく好きなところです。それから2メロに入って2サビとなるわけですが、2サビ前のアーチャーのドラムフィルは私的には鳥肌ものです。全然曲と関係ないですが、小畑さんが歌っているところを横から撮る映像は可愛いというかかっこよくて、私的には密かに好きな映像です。
ターソロはミンチョらしく短めのエモいソロで、ソロ終わりで短い C メロになります。この C メロは曲全体で見るとブレイクしている感じに感じます。そこから大サビにつながるわけですが、この大サビに入る前の一旦ブレイクしてのあーちゃんのスニャーのロールがめちゃくちゃ好きなところなのですが、タイミングが難しそうでいつも感心しながら聴いています。君はどうしようもないこの世界で今愛されたいと叫んでる。許されない夜を過ごしては目隠して笑ってるんだ。触れた答えは壊してしまえばいいんだ。なんでもないこの未来がどうにでもなるような気がした。明日の声が聞こえたら僕らはまだここにいた。いつじゃ生まれて何もできないよ。僕らが確かな言葉探せるんだ。すごく珍しい日本語の歌詞のみの曲と言いましたが、最後は思いっきり英語のコーラスで終わります。6曲目が O パーツです。この曲は作詞がエンドケープ、作曲がノラ、編曲がスピンステルススパイクと少し変わり種な感じですし、最初に聴いた時に一瞬バンドメイドっぽくないなと思った記憶があります。でもこの曲をハードロックバンドがやって違和感がないというところが逆にものすごくバンドメイドらしい作品だとも思います。インタビューではサイちゃんがちょっと力を抜いて今までと違う歌い方をしていると言ってましたが、確かに自然な感じで歌っているように思いますね。初期のポップな感じも忘れないようにという意味合いもあるようです。サイちゃんのボーカルもですが、演奏もなんかナチュラルというか心地よい感じになっているように感じます。あーちゃんのドラムはなかなかリズムが難しそうな感じはしますが、この O パーツはお給仕でやってくれることがほとんどないので、米吉様たちからも待望されている曲だと思いますし、私もその一人です。ですので、映すべき映像がありませんので、適当な画像を貼っています。ここまでで10分を超えてしまった感じですので、続きは次回につぶやかせていただきたいと思います。この前半6曲だけでもバンドメイドの爆発力を感じてしまいます。本当にすごい才能だと思っています。はい、ということで今回は以上とさせていただきます。続きは次回。